皆さんごきげんよう。前回、我々人間の精神活動の中で瞑想という行為がいかに重要な働きをしているかというお話をしたと思いますね。でその中でちょっと変な例えを出しまして、テレビばっかり見て遊んでいる子供をお母さんが怒るというシーンで、テレビばっかり見てないでピタゴラスの定理を証明しないとご飯食べさせませんよって言ってお母さんが怒るという場面を私勝手に作ってみたんですが、あの後周りの人たちからちょっとあれ変だという話でね、お母さんはあんな怒り方しないんだと。お母さんというのは怒る時はちゃんとテレビプチッと消して早く勉強しに行きなさいとこう言うもんで、ピタゴラスの定理を証明しなさいなんてお母さんはいないと。それはその通りなんですけどね。私も苦し紛れでねキュリー夫人なら言うだろうとか言って反論したのですが、虚しい反論で却下されまして、例えは非現実的であまり良い例えではないということになりましたので、一応ご報告だけいたしておきます。コンテンツはそのまま残しておきますけどね。はい、で話を先へ続けますが、前々回でしたかね、仏教の修行というのは私たちが普通に言うところの、この世の中でのいろいろなその、欲望を充足し、なんていうかな、欲しいものを手に入れると、そういう目的のための努力ではなくって、自分で自分の心を変えていくことによってそういう欲望そのものを、なくしていくのが仏教の修行なんだと。だから、いわゆるその世俗のその、努力はこれを我々は頑張るというのだけれども、そうではなくて仏教の修行は頑張るのではないんだというお話をいたしました。ちょっとそれがまだ言葉としてまだ足らなくて、説明が不足してるなという気がいたしましたので、ここ数日ちょっと考えてみまして、こんなふうな説明はどうだろうかというんでここに持ってまいりました。頑張るということを、これは仏教で苦行というんですね。決してこれは前も言いましたように肉体をいじめて痛い辛いとかそれだけではなくて、いわゆる頑張りというものがこの苦行という言葉のもともとの意味なんですね。それでその頑張るという形の苦行を言葉で説明しますと、外部からの負荷に対抗して自我を押し通す行為というふうに言えると思うんですね。でここで大事なのはこの自我を押し通すということでありまして、これは、本来ならば、叶わないような事柄をなんとか、実現しようというふうに我々は頑張るわけですから、それはつまり、我々の欲求欲望を阻害しようという外部要因を自分の自我の力で突破して、そしてその目標を手に入れるということになります。ですからこの努力の本質的な要素としては自我というもの、このパワーがとても強い重要な要因になってくるわけですね。自我を押し通すことによって自我を表に出し、その力を外部要因をこう排除するために使うことによって自分の欲求を満たし、目標のものを手に入れるということになるわけです。だいぶきつい言い方ですけれども、言ってみればそうなるわけですね。で、それに対して、仏教の仏道修行というものはその現実のそのいわゆる一般社会の中で何かを手に入れようとするものではなくて、その手に入れようとする自分の心を自分の力で変えていこうというわけですから、これは外からの負荷に対して自分が対抗勢力としてそれを排除する、それにも向かっていくという話にはならないわけで、この努力の対象はあくまで自分の心の内側に入ってくるわけですね。自分自身がその努力する対象になってくるわけです。でしかもそれはどういう形で、その修行が進められるかというと、その重要な要素として何度も言っております瞑想、つまり外部からの情報をシャットアウトして、ここに書きましたが、心を外部の
撹乱から切り離す、つまり外から入ってくるさまざまな心を揺れ動かす要因から自分自身の心を切り離して、そして定常状態に置くんだと。定常状態というのは、これは例えば水面に波が立っている、その波が次第に収まっていってその、平らなプレーンな水面になってシーンと静まり返る、そういう状態をイメージすると分かりますね。我々の心というのは常にその認識機関とつながって、外からの情報が常に入り込んでくる、流れ込んでくる状態でいつも暮らしています。でその情報がさまざまに波打つたんびに、その波にシンクロして我々の心も波打つわけですね。でその波打ってる心は瞑想状態を大きく阻害します。使わないって言ったけども、テレビの例えを言いますと、テレビを見ながらあられ食べながらダラダラしている子どもの心は、これは外からのさまざまな情報によって撹乱されているわけです。その撹乱されている心によってはピタゴラスの定理は絶対に解けないんだけれども、それを自分の力でその撹乱状態から自分の心を切り離して、そして定常状態になった時、これは一種の瞑想状態になった時初めて大きな力、心の精神のパワーがそこに発現して、解けなかったものが解けるようになってくるんだというわけですから、これはむしろ自我を殺す、自我の力を弱めるということによって実現できる作用なんですね。私がという思いが強く出ている時には、その心は大きく揺れ動くんですね。でその私がという心をできるだけ、その作用を小さくして縮小していくことによって初めて心は定常状態になるわけですから、ここが頑張りとは違うんです。わかりですか。頑張りというのが自我の強い発言であるならば、仏教の修行はその全く逆で、自我をできるだけ縮小し矮小化していく、矮小化っておかしいですね、弱体化していく、そういうことを目指すのが仏教の、修行なので、だからこれは頑張りという形とは違うんだということなんです。よろしくございます。それでですね、その瞑想の話をもうちょっと続けてまいりますと、こうですね、その瞑想というものが、前回申し上げました通りで、瞑想というものがそのまま悟りへとつながっているとか、瞑想を続けていれば自然と自分の心が、変容し、本能としての欲望が消えていくって、そんな話ではないんだと言いましたですね。瞑想を間違った方向に使うことはいくらでもある、これはスキルなんだというふうに申し上げました。ですからここにありますように、瞑想というのは必要条件、それがないと困るんです。この瞑想状態がなければ自分の心は変わりませんから、瞑想状態というものがあることは絶対に必要なんですが、あれば良いというわけではないと。じゃあ瞑想だけでダメならば何が必要なのか、これはちゃんと仏教でそれはきちんと言っております。それは知恵であります。知恵です。ここに書いてありますね。瞑想による知恵の獲得が最終目標なんだというんですね。この知恵という字ちょっと見てください。ちょっと難しい知恵ですね。知という字は読めるんですが、次の、字はこれは絵と読むんですね。知恵と読みます。でこれは仏教の中でよく使われる、これは例えばその物をよく知ってますとかね、物知り博士ですとか、あるいは計算よくできますとか、そういう知恵ではなくって、これは、自分で自分の心を変えていくためのパワー、もっと言うと悟りのために役に立つ心の働きを知恵というふうに言うんです。そしてこういう漢字で書くんですね。これも一つ覚えておいてください。ですから仏教の修行というのは、もちろん瞑想が重要なファクターに入っておりますけれども、その瞑想というものを使って最終的に我々が手に入れなければならないのは知恵なんです。で知恵が身についた時、知恵が身につくというのはね、要するにこの世の中の本当の在り方、そして自分の心の真の在り方が見えるということなんですね。これまた詳しくご説明します。私たちはだいたいこの知恵のない
私も含めてですけどね、知恵のない私たちは常にさまざまなものに曇らされて、目が曇って正しく世の中を見ることができない状態にあるんですね。そんなことありません、私はちゃんとものを見てますと言ってもダメなんですね。これが自分で自分が私目の曇った人間でよく世の中よく見えてないんですなんていう人はいないんで、みんな見えてるつもりでいるんですが、そこに実はさまざまな心の悪しき要因が働いて、我々を欲望の方向へ、欲望の充足の方向へ導いていく過程で、ものを正しく見せないように働いてしまうんですね。で仏教ではそういう心を正しい方向に導いていくことを阻害する要因のことをまとめて煩悩と申しますが、これはまた後でね、次の機会にでも詳しくご説明をします。それでですね、今日は、もう一点、その、精神集中瞑想とそれに加えて知恵が必要なんだというお話。そうすると瞑想と知恵なんですね。仏道修行の2つの要素、瞑想と知恵があれば悟れるんですねという質問に対して、実はもう一つ必要なんですと。もう一つ必要なんです。それは何かと言いますと解ですと。でここに書いておきました。解で、その次の静というのが、これが瞑想のことです。瞑想、精神集中修行のことを静と言います。でその結果得られる世の中を正しく、本当に正しく見、そしてその結果として自分の心を正しく改良することのできるパワーを得という、これ知恵のことですね。だから3つ合わせて解、静、得、これが仏道修行を進めていくための3つの、原動力、エンジンです。この解と静と得が、揃った時に我々は正しい仏道修行、もっと言うと本当の安楽への道へ、道を進むことができるんですね。三本柱と言ってもいいですしね、いろんな言い方できるでしょうけども、三要素と言ってもいいけども、これはもう古来仏道修行を進む仏道修行というとね、硬そうな話ですが、要するに仏様の教えに従って、安楽への道を進みたいと願う人が、身につけなければならない3つの要素、これが解、静、得というんです。でこれを合わせて三学と言います。3つの、学、学ぶ、身につけていくという意味です。授業で机に向かってこう勉強する、そういう意味じゃなくて、我々が身につけていかなければならないという意味で、これを学と呼んで三学というんですね。解、静、得です。で今日ちょっとその解のお話をもう少ししたいと思うんですが、解というのはね、本来の意味は習慣性です。習慣性です。で、これはいちいち判断をすることなく、勝手に自分がその方向にもう自動的に動いていくような習慣性。例えば信号が赤だったら止まる、青だったら進む、いちいち意識しませんね。赤だ、止まらなければ、そんなこと思わない。なんとなく赤だと止まってしまうわけです。このようにいちいち自分で判断をすることなく、それでも自然にその方向に行動が進んでいく、そういう行為のことを解と呼びます。ですから、解、静への解はいい解もあれば悪い解もあるんです。例えば毎日1件ずつ泥棒するぞと決めた泥棒さんがですね、もうそれが習慣になって、いちいち決心しなくても自然に体が動いて、夜になると外へ出かけていくというのもこれ解なんですね。これは悪解であります。でもちろん仏教はそんなことは言いません。この解というのは悪解ではなくて良い解のことを意味してるんですよ。当たり前ですけれども。でその良い解というのは何かというと、いちいち自分が良いことをしなくてはいけない、あるいは良いことだろうか悪いことだろうかなどといちいち判定することなく、自然に自分がそっちの行動をとってしまうような、そういう習慣性を身につけようということであります。でなぜ解が重要なのかというと、これはね、人格者になるためじゃありません。良い人になるために解を守るんじゃありません。解を守っている人間は静がたやすくできるようになるんです。なぜならば
外界のさまざまなことに対するいちいちの判断を下さなくても、解の力によって我々は自然に良い行動をとることが方向づけられていますから、そのために、いちいち判断しなければならない精神のパワーをもう使わなくてよいのですから、その分心は集中していくわけです。よろしくお願いしますか。解を守るというのは決してね、仏教は良い人間、人格者になるために存在している宗教じゃないです。結果としてはそうなりますけども、目標はそうじゃありません。目標は自分自身の心の苦悩苦しみを消し去って、そして安楽な生き方を目指すのが目的で、そのためにある解というのは決して良い人になるということを第一目標にした行為なのではなくて、情へというその後に続く2つの要素を正しく働かせるための必要ななんていうかな、条件としてこれが設定されているんですね。で、解は非常に重要なものです。でしかしなかなか分かってもらえない、これの本当の意味が分かっている人はあんまり少ないと思うんですね。それでこれはまた詳しく続けて、次の回にご説明をしたいと思います。今日はこれで終わりましょう。じゃあまたお会いしましょう。ごきげんよう。